INFJ の皆さん、考えすぎて心が疲れ果てていませんか？実はあなたの深い感受性を癒し、負のスパイラルから抜け出す効果的な方法があります。それは読書による知的刺激です。今日は科学的に示された読書の力であなたの心を軽くする具体的な方法をお伝えします。お疲れ様です。会社員ひなたです。このチャンネルでは MBTI を通じて皆さんが自分らしく生きるためのヒントをお届けしています。これまで3回にわたって INFJ の短所や苦手なこと、それの生まれる根本的な原因、そして課題の分離をはじめとした実践的な対策についてお話ししてきました。自己への異常な厳しさ、感情管理の難しさ、幼少期の家庭環境から現在社会の文化的圧力まで、様々な要因を一緒に見つめてきましたね。私自身も INFJ として完璧主義や他者への過度な気遣いで心がすり減ってしまった経験が何度もあります。一人反省会の止まらなくなったり、友人の些細な変化を自分のせいだと感じたり。でも今日お話しする読書による心のケアを実践してから本当に楽になったんです。同じように疲れを感じている INFJ の皆さんにきっと役立つ内容になっていますので、最後まで見ていただけると嬉しいです。まずこんな紹介に入る前に、なぜ読書が INFJ の皆さんの心にいい影響をもたらすのか、科学的な研究結果とともにお話しします。実は読書の効果については多くの研究で示されています。例えば2009年にイギリスのサセックス大学で行われた研究では、たった6分間の読書でストレスレベルが 68% も軽減することが分かりました。これは音楽鑑賞や散歩よりも高い効果だったそうです。またアメリカのエモリー大学の研究では、小説を読むことで脳の神経接続が強化され、共感能力や理解力が向上することが示されています。この効果は読書後も数日間持続するとも報告されています。さらに読書は集中力を高め、睡眠の質を向上させる可能性も指摘されています。物語を通じて他者の感情や思考を追体験することで多角的な視点が養われるとも考えられているんです。すごいのだ。科学的に示されてるのだ。でもなんで INFJ に特に良いのだ？良い質問ですね。 INFJ にとって読書は特別に効果的だと考えられる理由があります。 INFJ は内向的直感 NI が主機能で、深い思考と内省を通じて成長するタイプだと考えられています。以前に動画でお話しした自己への異常な厳しさや感情移入の過度な深さも、実はこの深く考える特性から生まれる側面があります。私たちは常に物事の本質や人々の心の奥底にあるものを見つめようとしますよね。だからこそ表面的な情報だけでは満足できず、深く掘り下げて考えたいという欲求が強いんです。読書はまさにこの内向的直感を生かし育むための理想的なツールの一つだと考えられます。一人で静かに本を読む時間は私たちの頭の中の複雑な思考を整理し、新たな視点を与えてくれます。そして何よりも自分だけじゃないんだという深い共感と安心感を与えてくれるんです。自分が抱えている悩みが実は人類普遍のテーマだったと知った時、心がすごく軽くなった経験があります。それでは具体的にどんな本があなたの心を支えてくれるのか詳しくお話ししていきます。まず最初にご紹介したいのはストア哲学です。これは心を鍛え不動の精神を築くための古代の知恵と言われています。ストア哲学なのだ。難しそうなのだ。大丈夫です。その教えは驚くほどシンプルで、現代を生きる私たち INFJ の心に深く響くと思います。例えばローマ皇帝でもあったマルクス・アウレリウスの自制録、この本では自分の心をコントロールすることの大切さについて書かれています。よく引用される言葉として、あなたが支配しているのは自分の心であって外の世界の出来事ではないという表現があります。ただこの本全体を通じて外的な出来事ではなく、自分の内面に焦点を当てることの重要性が一貫して語られているんです。この考え方とても共感できます。パート1の動画でお話しした友人が約束に10分遅れただけで何かあったのでは、私のことを軽く見ているのではと過剰に心配したり、恋人の些細な変化を自分のせいだと感じたりする些細な変化への過敏反応は、まさにコントロールできないことに心を奪われている状態とも言えるでしょう。でもこのストア哲学は私たちがコントロールできるのは自分の行動と反応のみだと教えてくれます。前回の動画で詳しく解説した課題の分離とも通じる考え方ですね。悩みが生まれた時、これは私がコントロールできることかなと自問する習慣をつけるだけで心が随分楽になると思います。次にセネカの人生の短さについて。この本は人生は短くない、私たちがそれを無駄にしているのだ、人生の短さを嘆くのではなく与えられた時間をいかに使うかが重要であると訴えかけます。 INFJ の皆さんの中には完璧主義ゆえに時間を浪費してしまったり、パート1で触れた将来への過度な不安で今を楽しめなかったりする方もいるのではないでしょうか。私自身も一人反省会に何時間も費やしてしまって後でもったいない時間だったなと後悔することはよくありました。この本は日々の活動を
本当に重要なこととそうでないことに分類し、優先順位を明確にする大切さを教えてくれます。続いては INFJ の皆さんが自分らしさを確立し、他者の評価から自由になるためのヒントをくれる本です。まずはニーチェのサラトゥスターはこう言った。この本は超人という概念を通じて既存の道徳や価値観に縛られることなく、自ら新たな価値を生み出す存在になることを示唆しています。パート2の動画で詳しく解説した幼少期の家庭環境での条件付きの愛情や比較による評価、そして日本社会特有の文化的圧力は、私たち INFJ を社会の期待に応えようとしすぎる傾向や他者の価値観に振り回される状況を作り出すことがありますよね。でもニーチェは、もし社会の評価が一切なかったら私は何をしたいかと自問する勇気を持つことの大切さを教えてくれます。自分の内なる声に耳を傾け、自分独自の価値観で生きる。それは決して簡単なことではありませんが、 INFJ の皆さんが本当に幸せになるために役立つ一歩だと私は考えています。自分の価値を自分で決めるのだ。すごいのだ。そうですね。そして次に紹介するのは岸見一郎駒文武さんの嫌われる勇気です。この本はアドラー心理学の課題の分離という考え方をとても分かりやすく教えてくれます。パート3の動画で詳しく解説した内容と重なりますが、その核心はこれは誰の課題なのかという視点です。私たち INFJ は友人との会話で一人反省会をしたり、恋人の記念を自分のせいだと感じたり、他者の評価を自分の価値と統一ししてしまいがちですよね。これはまさに他者の課題にまで自分の責任を感じてしまっている状態とも言えます。具体例でお話しすると、友人が不機嫌なのは私のせいかもではなく、友人の感情は友人の課題。私の課題はできる範囲で誠実に対応すること。上司が私をどう思うか心配ではなく、上司の評価は上司の課題。私の課題は誠実に仕事に取り組むこと。恋人が私を愛してくれるか不安ではなく、相手の愛情は相手の課題。私の課題は自分らしく振る舞うこと。このように自分の課題と他者の課題を明確に区別するだけで心がぐっと軽くなると思います。哲学書だけが読書の全てではありません。文学作品も INFJ の皆さんにとって深い癒しと共感をもたらしてくれる大切な存在です。例えばサンテグジュペリの星の王子様。この物語の最も有名な言葉は、とても簡単なことだ。物事はね、心で見なくてはよく見えない。一番大切なことは目に見えないですよね。私たち INFJ は表面的なものよりもその奥にある本質や真実を見ようとします。王子様は各惑星で出会う大人たちの虚しい生き方や狐との出会いで学ぶカイナースという概念は、まさに INFJ の皆さんが大切にする本質的なつながりや目に見えない価値を再認識させてくれると思います。物質的な豊かさや肩書きではなく、心で感じる本質的なつながりこそが真の価値を持つことを優しく教えてくれる作品だと感じます。僕も読んでみたくなったのだ。心で見るってどういうことなのだ。それはずんだもん自身が読んできっと見つけることができるものだと思いますよ。そしてもう一つ、少し内容が深い作品ですが、ドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟を INFJ の皆さんにはぜひ手に取っていただきたい一冊です。この作品は人間の魂の奥深くに潜む矛盾や葛藤、善と悪の共存を深く描いています。佐島長老の兄の僕らはみんな全ての人に対して全ての点で罪があるんだよ。僕はその中でも一番罪が重いという言葉は、完璧を求めがちな私たち INFJ の心に深い示唆を与えてくれるでしょう。パート2の動画で触れた完璧でない自分を愛されない感情を表現すると迷惑をかけるといった思い込みや成功体験の偏りによる歪んだ自己認識を抱えやすい INFJ さんにとって、自分の内面の矛盾や完璧でない人間性を許容することの大切さを教えてくれます。道徳的な理想と現実的な限界の間で悩むことの普遍性を理解することで、私だけがこんなに悩んでいるわけじゃないんだと心が少し軽くなるはずです。さて、ここまでご紹介した本に興味を持っていただけたでしょうか。最後に、せっかく読むならその読書体験を最大限に生かすための実践的な方法を2つお伝えします。1つ目はアクティブリーディングです。ただ読むだけでなく、能動的に本と対話する読み方ですね。具体的には、1、予習、読む前に目次を確認して内容を予想。2、マーキング、重要な箇所や共感した部分に印をつける。3、メモ取り、余白に自分の考えや感想を書き込む。4、要約、章ごとに内容を整理。5、応用、学んだことを日常生活で実践。この5つのステップを踏むことで、本の内容はただの知識としてでなく、あなたの血肉となっていくと思います。ただ読むだけじゃないのだ。面白いのだ。そうなんです。2つ目は読書日記の活用です。これは私の INFJ の皆さんに特にお勧めしたい習慣です。読書日記には印象に残った言葉や文章を記憶するだけでなく、その時の自分の感情やなぜその言葉に惹かれたのかを書き込みます。そしてたまに読み返してみてください。以前の自分がどんなことで悩んでいて、どんな言葉に救われたのか、
そして今の自分はどのように成長しているのか客観的に確認できるんです。これはあなたの自己肯定感を高めるいいツールになると思います。さらに信頼できる友人やパートナーと読書体験を共有するのもおすすめです。自分の考えを言葉にすることで理解が深まるかもしれませんし、新たな視点も得られるでしょう。今日は INFJ の皆さんのストレス解消と負のスパイラルから抜け出すための読書による知的刺激についてお話ししてきました。改めてまとめると、1、読書は科学的にストレス軽減効果が示されており、 INFJ の機能犬愛を育む理想的なツールの一つです。2、スター哲学はコントロールできることに集中する心を育むヒントになります。3、実存主義とアドラー心理学は自分らしさと課題の分離で他者の評価から自由になるヒントを与えてくれるでしょう。4、文学作品は深い共感と癒し、そして人間性の重要を教えてくれます。5、アクティブリーディングと読書日記で読書体験を最大限に生かすことができます。私も実際に読書によって何度も助けられてきました。特に自分が抱えている悩みが実は人類普遍のテーマだったと知った時、孤独感が和らぎ心が軽くなるのを実感しました。これまで4回にわたって INFJ の短所、その原因、そして対策まで一緒に見つめてきました。 INFJ の皆さんの繊細さは時に苦しみの原因となるかもしれません。しかしそれは同時に人よりも深く物事を理解し本質を見抜くことができるかけがえのない強みでもあるんです。読書を通じてその強みをさらに磨き、自分自身の心を豊かにしていってください。あなたの深い感受性や思いやりはこの世界にとって本当に大切な才能なんですから。ぜひ今日紹介した本の中から気になる一冊を手に取ってみてください。そしてこの本読んでみたよ、こんな本もおすすめだよ、読書でこんな風に変わりましたという感想があればコメント欄で教えてくださいね。僕もおすすめの本を探してみるのだ。みんなも教えてほしいのだ。皆さんのコメントがきっと他の INFJ さんの助けにもなるはずです。同じ INFJ として一緒に学び成長していきましょう。そしてもしこの動画が少しでも役に立ったと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。 INFJ の皆さんがより自分らしく幸せに生きられるようこれからも有益な情報をお届けしていきます。それでは今日もお疲れ様でした。また次回お会いしましょう。またなのだ。チャンネル登録も忘れないでほしいのだ。